こんにちは、北谷です。築50年住宅リフォーム DIY。 前回で旧和室のめどが立ったので、今回はリビングを解体していきます。解体といっても壁や床は再利用するので、壁紙とカーペットを剥がしていきます。50年間一度も張り替えてない壁紙、うまく剥がせるでしょうか。まずは部屋側面の壁紙から、スクレーパーを使って壁紙を剥がしていきます。この時、裏紙を残すと次の壁紙が貼りやすくなるようです。思っていたよりもきれいに剥がすことができました。壁が重なる部分に取り付けられた幅木も外していきます。プラスチックの幅木だったので、しなったり割れたり少し苦労しました。もう切断されているアンテナコンセントも取り外していきます。電気のコンセントは電気工事士の資格を取るまでこのままにしておきます。側面の壁紙の次は床のカーペットを剥がしていきます。カーペットの下にはペルト材が敷かれていました。50年ぶりに日の光を浴びていますが、ホコリとダニがすごそうです。カーペットの端は剣山のように釘で固定されていました。窓際のカーペット固定金具も外します。そして最後は天井の壁紙。試しに剥がしてみるとボロボロに朽ちていました。仕方ないのでスクレーパーを使って地道に剥がしていきます。ずっと指先に力を入れる作業なので、最後は握力がなくなりました。
床のフェルト材と天井の壁紙を掃除していきます。フェルト材はところどころ接着されていたので、スクレーパーを使って剥がします。1000円カットの後処理っぽいなどと考えながら作業をしていました。床板は傷んでなかったので交換せずにこのまま使えそうです。とうとうリフォーム開始後も過ごしていたリビングがなくなりました。もう後戻りはできないので完成まで突き進むだけです。今回の作業日は広島で記録的豪雨を記録した週末でした。雨漏りまではいきませんでしたが、8ヶ月前に暫定で対応した部分が染みていました。対応の効果は確認できたので、次回しっかり対応したいと思います。それではまた。